はじめまして。Amazon DynamoDB スペシャリストソリューションアーキテクトの成田と申します。Amazon DynamoDB を利用する際に技術面での支援を行うチームに所属しています。今まで AWS は Amazon DynamoDB Nuggets という名前で DynamoDB の様々な機能や Tips を YouTube 上で紹介してきました。英語のみだったため見逃した方もいらっしゃるかもしれません。そのため日本語でどのような機能を説明したかダイジェストで紹介したいと思います。まずはじめに Amazon DynamoDB には様々な機能があり、開発ドキュメント、AWS ブログ、日本語に翻訳したブログ、各種セッション動画、Twitch でのライブショーなど様々な場所で紹介をしています。その中で特定の機能についてすぐに知りたいという場合に Amazon DynamoDB Nuggets はとても役に立つはずです。では、どのような動画がすでに投稿されているか紹介をしていきます。まずはじめに Understanding and Avoiding DynamoDB Throttling。この動画では Amazon DynamoDB を利用する上で非常に重要なスロットリングエラーはどのようなメカニズムで判定をされているのかという仕組みをもとにどのように回避すべきかを解説しています。まず、プロビジョニングモードでどのようにスロットリングが判定されるか、そしてオンデマンドモードを利用した場合とカーディナリティが低いキーなどによるホットキーが起こる仕組みについて説明をしています。次の動画は Kines データストリームスと DynamoDB ストリームスを利用した場合の違いについての動画です。Kines データストリームス vs DynamoDB ストリームス。DynamoDB には変更されたデータをストリームで API から取得できる機能があります。そしてどのストリームを利用するか選択もできます。DynamoDB ストリームスと Kines データストリームス、それぞれの特徴を踏まえ、イベントドリブンアーキテクチャのパターンも紹介しています。次の動画は DynamoDB バックアップリストア。DynamoDB ではいくつかのバックアップオプションを選択できます。オンデマンドバックアップ、AWS バックアップとの統合、ポイントタイムリカバリー、S3 エクスポートインポートがあり、これらの特徴とどういう要件で選択するかを紹介しています。様々な要件にマッチするバックアップを選択することで、よりコストが最適化されたバックアップリストアを実現できるでしょう。次の動画はグローバルセカンダリインデックス vs ローカルセカンダリインデックス。この動画ではグローバルセカンダリインデックスとローカルセカンダリインデックスを選択する基準を説明しています。なぜ DynamoDB には2種類のセカンダリインデックスがあるのか。これは DynamoDB の改良の歴史でもあります。DynamoDB は検索に関する一連の改良を経て、ローカルセカンダリインデックス、そして次にグローバルセカンダリインデックスの順でリリースしてきました。したがって、グローバルセカンダリインデックスはローカルセカンダリインデックスの制限をより改善したものではあります。ユースケースによってグローバルセカンダリインデックスとローカルセカンダリインデックスを使い分けるというよりは、ローカルセカンダリインデックスの改良としてグローバルセカンダリインデックスが登場したとして理解がしやすいかもしれません。ローカルセカンダリインデックスは今日では様々な制限があるため、動画での解説をもとにローカルセカンダリインデックスを自分自身が選択すべきかというのをぜひ検討していただけると嬉しいです。次の動画はグローバルセカンダリインデックス vs スキャン。次もグローバルセカンダリインデックスの解説です。グローバルセカンダリインデックスはとても魅力的な機能ですが、時にはグローバルセカンダリインデックスを使うかどうか選択すべきか迷うことあるかもしれません。このビデオではあまり頻繁にアクセスがないワークロードにおいてグローバルセカンダリインデックスを常に準備するよりもスキャンを使う方がコスト的にいい場合があるというのを解説しています。もし同じようなワークロードを実施されている方はぜひ一度この動画参考にしていただき見直してみるといいかもしれません。最後の動画はプレイウォーミングダイナモ DB テーブル。この動画ではオンデマンドモードを利用する際、例えばイベントでの利用が決まっていてオンデマンドモードのデフォルトのスループットでは足りないという場合にプレウォームする手順を紹介しています。そしてプレウォームする際の注意点も合わせて紹介しています。特に大規模での利用を想定している方、ぜひご覧ください。いかがでしたか？
Amazon DynamoDB ナゲッツはこれからも新しいビデオを投稿していく予定です。もしも日本語に翻訳してほしいビデオがあればお知らせください。また、別の機能やベストプラクティスについても知りたければ、この動画のコメントなどでぜひお知らせください。YouTube のチャンネルでは DynamoDB 以外にも様々な AWS の動画を配信しています。そして最後に Twitter でも DynamoDB に特化して開発者に役立つアップデートをお知らせしているアカウントがあります。DynamoDB ナゲッツの新しい動画投稿もお知らせしていますので、ぜひフォローください。以上となります。ありがとうございました。